チャンピオン高木の言葉です。ここに IWGP のベルトがある。これは夢なんかじゃねえな、間違いなく現実だろう。改めまして俺が第3代 IWGP 世界ヘビー級チャンピオンの高木慎吾だ。俺はちょうど1ヶ月前オスプレイに負けて奈落の底に落ちていった。だが俺はギリギリ生き残った。いろいろあったけど今日の一戦で高木慎吾完全に這い上がったぞ。だがこうして今手元にベルトがあるが、これがゴールではない、これがスタートだ。まだまだやらなきゃいけないことが山ほどあんだなあ。おい、まずはこのベルトを通行手形に新日本プロレスの、いやプロレス界のてっぺん目指して竜のごとく駆け上ってやろうじゃねえか。おい、おい、ちょっとベルトが緩いな辻、ちょっと巻き直してくれ。気になってしょうがねえよ。はあ、高めにな。なあ、おい、相変わらず世間はコロナ禍の真っ只中だなあ。そんな時こそ、こんなご時世だからこそ俺みたいな元気はつらつがおい活躍しなきゃいけねえだろ。おい、ということで俺の言いたいことはまだ一つ残ってんだ。今日先代の IWGP の象徴と言っていい岡田を倒した初防衛の相手は俺も決まってんだよ。偶然にも今日そいつ試合してたな。せっかくだから呼び出そうか。誰かわかるか？誰かわかるか？おーい、いぶし出てこい。このベルトの初代チャンピオン井伏浩太の名を高木慎吾が叫びました。そして大阪城ホールの花道、井伏浩太が姿を見せた。この激闘を経て高木慎吾はもうすぐ次の防衛ロードを描く。そこに描いていた相手は井伏浩太。静かに張り詰めたこの空気の中、井伏浩太が今リングへ向かっていきます。いぶし、ようこそ来てくれた。まあ上がってこいよ。いぶし、人生って面白いよな。おい、いぶし、2ヶ月前はお前がこのベルト持ってて俺が散々挑発してもうんともすんとも言わなかった。だが今日はどうだ。おい、俺がベルト持った途端名前出したら来てくれたな。まあ感謝するぜいぶし。周りくどいことはなしだいぶし。俺の言いたいことはただ一つ、このベルトをかけて
俺とやるのか、イエスかはいか、ここで答えてみろ。どっちも一緒や。これが高木イズム。どっちだ。イエスでもハイでもどっちでもいいんだよ。やってやるよ。これで誰も文句はねえな。おいいぶし、俺たちにしかできない潰し合いやろうぜ。やろうよ。ほっとしてるよ。ひとまずほっとしてるよ俺は。どんなに強がっても、やっぱな、岡田を目の前にしたらやっぱそれはビビるよ。百戦錬磨の岡田を前にしたら、どんなに強かったって不安な気持ちがあったさ。あいつやっぱすげえよ。でも逆にあいつの一言が俺に火をつけたな。対等に物を言えるのと住んでる世界が違うと何クソと思ったけど、あながち間違いじゃねえんだよな。岡田の言ってることは悔しいけど間違いじゃねえんだよ。あいつのやってきた実績に比べたら俺の実績なんて足元にも及ばねえよ。だからこそ今日負けるわけにいかなかった。今日俺が負けてたらなあ、岡田、棚橋、内藤や井伏、あいつらがいるな、トップ中のトップに永遠に登ることはできないと思ったからなあ。首の皮一枚つながったんじゃねえかおいなあ。これ取ったからっておい別にあいつらと対等なんて思ってねえよ俺は。だが謙遜するわけじゃないが片足ぐらいは突っ込んだと思ってるぜなあ。全身そこに入り込むかまた追い出されるかは俺次第だなあ。まあこれで俺もなあ本当にオスプレイから負けて崖っぷちから奈落の底に落ちたが、俺は本当運が良かったよなあ。だが運も実力のうちだ。井伏浩太、おそらくあいつから何も言ってこねえと思ったから俺の中では岡田に勝った暁には井伏しかないと思っていた、ねえ、もう安っぽい言葉いらねえよ。岡田に対してもそうだったが井伏に対してもいらねえよ。井伏、俺が新日本に来た時インタビューで俺言ったよ。誰で一番興味あるかって。岡田でもない内藤でもない棚橋でもない、俺は井伏と言った。同世代の人間、同級生としてあいつは常にトップを走っていたと思っていた。やっと対等に渡り合う時が来たな。だがその先には俺その先をちゃんと見据えてるからな。おいウィル・オスプレイ、今日あえて俺は試合後ベルトを巻いたなあ。オスプレイは全知未定の欠場か。だが逆を言えば全知未定だったら早く帰ってくるかもしれない。おいオスプレイ、誰かオスプレイに言っといてくれよ。おい、お前に負けた高木慎吾は1ヶ月後 IWGP の世界ヘビー持ってんだ。オスプレイ悔しかったらお前はもうふざけんなって気持ちがなったら早く戻ってこい。いつでも相手してやるぞ。本当の意味の俺がチャンピオンを名乗るのはやっぱり最終的にはオスプレイを乗り越えたい。本当に、福岡の時と同様わけわかんないけどな。試合後俺の曲が流れてたから心の中でガッツポーズしたよなあ。寂しいじゃねえかおい LIJ。誰もおい祝杯に来てくれねえとは
まあでもこれがロスインゴベルナブレス8本らしくていいよな、おい。なあ、ヒロムもなあ欠場中だからヒロムもいたけど、まあ武士だって黙ってねえだろ。内藤真田よりも俺が先にこのベルトを巻いたんだ。もちろんあいつらも悔しいよな。面白い相乗効果だ。まあちょっとダメージがでかいんで、あんまり喋りすぎるとまた福岡の時みたいに記憶が飛んじまうから、今日はこの辺で短めに終わらせてもらうよ。ああ、2ヶ月ぶりに飲んだよ。よし。まあね、IWGP 世界初挑戦して、まあすごい、経験値の差というものを感じましたね。それプロレスキャリアとの経験値とかではなく、今の新日本プロレストップの中で戦ってる経験値っての差ってのをすごい感じたんでね、そこをしっかり埋めることができなかった。僕も大丈夫だと思ってた中で、甘く見てましたよね。あんだけでかいこと言って、正直新日本プロレスのトップっていうのは甘くなかったんだなと思いましたし、すごいチャンピオンでしょ。あそこまで僕もね、あの手この手でしっかりと勝ちを狙っていった中で、その上を行くわけですから、素晴らしい第3代 IWGP 世界ヘビー級チャンピオンじゃないかなと思います。僕には縁がないベルトなのかもしれないですし、でもみんなからね、新日本プロレスみんなが4番バッターっていうわけじゃないですから、そのいろんな役割があると思いますし、この実質この IWGP の戦いで一番後ろになってしまいましたし、僕はできる戦いで新日本プロレスを盛り上げていきたいと思います。大丈夫ですかね、何もなければ。ありがとうございました。